編み方手順4番、モチーフを4枚編んでいきます。差し色の毛糸からスタートします。指に2回糸をかけて輪の作り目から始めていきます。輪の中に針を入れて引き出して、一度引き抜いて引き締めておきます。鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3。マーカーを活用される方は鎖3目目にマーカーをしておきます。この立ち上がりも1目として数えます。長編みを2目編みます。針に糸をかけて輪の中に針入れて引き出して、左側2本引き抜く、さらに2本引き抜く。1、もう一つ長編みです。次、鎖2目します。1、2。次は長編みを3目編みます。長編み1つ目、2つ目、3つ目。長編み3目編んだら鎖編み2目です。1、2。長編み3目、鎖2目というのをあと2回繰り返します。全部でこの長編みの塊が4つになります。3つ目の塊を作ります。長編み3目したら鎖2目、もう一度繰り返します。長編みを2、3、鎖編み2目。この柱の塊が1、2、3、4つできたら、針を一度休めておいて、スタート地点に編み地をぎゅーっと寄せて、糸端を引っ張って、2本ある輪っかのうち縮んだ方をもう一度引っ張って輪を引き締めます。最後、糸端を引っ張ります。そしたら針を戻して、マーカーをしておいた鎖3目目に引き抜きます。1段目ができました。では、この差し色の毛糸のまま2段目です。鎖編み1、2、3目で立ち上がって、またマーカー活用する方は鎖3目目にマーカーです。2段目は前の段の鎖2目のスペースに編み入れていきます。鎖2目のスペース、ここに角の編み方で編んでいきます。角の編み方です。まず長編みを3目、1、2、3。長編み3目したら鎖編み2目です。1、2。もう一度同じスペースに長編みを3目です。1、2、3。長編み3目、鎖2目、長編み3目というのが角の編み方になります。ではこれをあと1、2、3回繰り返すのですが、この最後の3回目は立ち上がりの鎖があるので一緒にやっていきます。同じ方法で次のスペースとその次のスペースまで編んでいってしまいます。はい、ぐるっと編んできました。では最後の鎖2目のスペース、ここにまず長編み3目、同じように長編み3目です。2、3、鎖編み2目、1、2。鎖2目編めたら同じスペースに長編みを2目編みます。最後のスペースだけは長編み2目です。1、2。で、この立ち上がりの鎖3目が長編みの3目目ということになります。では、鎖3目目に引き抜いて2段目が完成です。では、このままの色で3段目。鎖編み1、2、3。3目で立ち上がって、鎖3目目にマーカーしておきます。これ以降もすべての段、角の編み方というのは、前の段の鎖2目のスペースに長編み3目、鎖2目、長編み3目と繰り返していきます。では、このまま次角なので、同じように長編み3目、鎖2目、長編み3目と編んでいきます。角が編めたら、この長編み3目の塊とこっちの長編み3目の間のスペース、
ここに長編み3目編んでいきます。1、2、3。長編み3目編めたら次鎖2目のスペースに来たので、ここは角の編み方。長編み1、2、3。鎖編み2目。同じスペースに長編みを1、2、3。角が編めたら長編みと長編みの塊の間のスペース。ここに長編みを3目です。1、2、3。ではこの編み方で最後のここの角まで続きを編んでいきます。はい、最後の角まで編んできました。そしたら立ち上がりに戻ってきました。鎖3目の下にある長編みと長編みの間、このスペースに最後長編み2目編んでいきます。まず1つ目。1つ目の長編みが編めたら2つ目で色を変えていきます。針に糸かけて同じスペースに針を入れたら引き出して、左側2本だけを引き抜いた状態。このまま糸を休めておきます。そしたらメインカラーの色を後ろで一緒に押さえておいて、メインカラーの色で引き抜きます。これで鎖3目めに引き抜きます。そしたら裏側見ていただいて、この1、2、3段目編んできた差し色の糸は後でまた編むのでここに置いておきます。メインカラーの糸端だけ針の上に置いて引き抜きます。3段目ができました。次4段目、メインカラーで編んでいきます。鎖編み1、2、3目で立ち上がって、マーカーされる方は3目目にマーカーです。また角の編み方です。鎖2目のスペースに針を入れて、この糸端は針の上に置いて編みくるんでいきます。まず長編み3目、鎖2目、1、2、同じスペースに長編み3目です。角が編めたら編み方はずっと一緒になります。角を編んだ後、長編みと長編みの塊の間のスペース、ここに長編み3目、1、2、3。もう一度長編みと長編みの塊の間のスペース、ここに長編み3目、2、3。次角の編み方です。ではこの編み方でまたぐるっと最後の方まで編んでいきます。ぐるっと編んできて鎖3目の立ち上がりに戻ってきました。そしたらこの鎖3目の下の長編みと長編みの間のスペース、ここに長編み2目です。まず1つ目、2つ目の長編みで糸を変えていきます。針に糸かけて同じスペースに針入れて引き出したら、左側の2本引き抜いて2本針に糸がかかった状態で後ろで糸を休めておいて、先ほど休めておいた差し色の糸に持ち替えます。で、差し色の糸で引き抜く。引き抜けたら鎖3目目に引き抜き編みです。4段目ができました。では5段目、鎖3つで立ち上がってこのまま差し色で編んでいきます。またメインカラーの糸は使いたいのでここに置いたままです。同じように角の編み方、長編み3目、鎖編み2目、同じスペースに長編みを3目、
角が編めたら毎度段の長編みと長編みの塊の間のスペース、ここに長編みを3目、もう一度長編みと長編みの間のスペース、ここに長編み3目、もう一度長編みと長編みの間のスペース、ここに長編み3目、ではこの編み方でまた角から始めてぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと編んできて鎖3目の立ち上がりまで戻ってきました。では鎖3目のすぐ下の長編みと長編みの間のスペース、ここに長編み2目です。まず1つ目を編んで、2つ目でまたメインカラーの糸に変えていきます。引き出して左側2本引き抜いた状態で糸を休めておいて、置いておいたメインカラーの糸に持ち替えて引き抜きます。鎖3目目に引き抜きます。5段目ができました。では6段目、このままメインカラーで編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がって、また角からスタートです。長編み3目、2、3、鎖編み2目、同じスペースに長編み3目です。角ができたら長編みと長編みの塊の間のスペース、ここに長編み3目、1、2、3、また長編みと長編みの間、このスペースに長編み3目、1、2、3、また長編みと長編みの間のスペース、ここに長編み3目、2、3、最後長編みと長編みの間のスペース、ここに長編み3目、2、3。ではまた次の角からも同じように編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。では最後鎖3目の立ち上がりの下にある長編みと長編みの間のスペース、ここに長編み2目編みます。まず1つ目で、また2目目で色を変えていきます。引き出して左側2本だけ引き抜いたら、このまま糸休めておいて、差し色の糸を持って差し色の糸で引き抜きます。鎖3目目に引き抜いて6段目ができました。では7段目、これで最後になります。鎖編み1つで立ち上がって細編みを編んでいきます。今引き抜いた鎖3目目にもう一度針を入れて、でもう最後なので一気に糸処理までいっちゃいます。メインカラーの糸を針の上に置いて編みくるんでいきます。引き出して2本一気に引き抜く。この最初の細編みにマーカーをしておきます。たら長編みの頭には1つずつ細編みを編んでいきます。前の段の長編みの頭、ここを拾って糸端しばらく針の上に置いて編みくるんでいきます。細編み、次の長編みの頭、ここにも細編み、次の長編みの頭も細編み、鎖2目のスペース、ここの角のところには細編みを4目編み入れます。1、同じスペース、2、同じスペース、3、同じスペース、4、角には細編み4目編み入れました。次長編みの頭、長編みの頭には1つずつ細編みを編んでいきます。
ではこの編み方でぐるーっと一周編んでいきます。ぐるっと最後の方まで編んでいきました。最後長編みの頭、もう一つ長編みの頭、ここでおしまいになります。ではこのまま糸処理できる分だけ糸残してカットです。とじ針に通してマーカーをしておいた1目めの細編みの次の目、ここにとじ針を通します。で、引っ張りすぎず1目分ぐらいここの糸は残しておいて、この糸が出ている最後の細編みの目を半目、そして裏側のこの1本も拾ってチェーンつなぎです。で、引っ張りすぎないようにここ1目分の大きさにしておきます。これで裏側で糸処理です。裏の編み地だけ拾って編み始めの糸端もカットしちゃいます。糸処理は最後だけで済むような形で編んでみました。ではこの編み方で4枚同じモチーフを作ります。編み方手順5番、モチーフと後ろ身ごろをつなげます。まずは先ほど編んだ4枚のモチーフをこのようにつなげていきます。その後で先ほど袖口を編んだ六角形の編み地の後ろ身ごろ部分にこちらのモチーフをつなげていきます。ではモチーフ4枚のつなげ方です。今こちら表を向いています。裏が自分の方に向くように中表の状態にします。一列につながるようにつなげていきます。なので今中表にしたこの辺を縫っていきます。つなげる辺の約3倍ぐらいの糸を準備します。とじ針に通してモチーフの7段目、鎖2目のスペースの中に細編みを4目編んでいますが、その1、2、3、4目の3目目からスタートしていきます。裏を向いている方は表を見ながら細編み4目の3目目を探すと良いです。なのでこの手前の編み地もこのように表を向けていただいて、長編みの頭に編んだ細編みがここになるので、その次の細編み1つ目、2つ目、3つ目、3つ目の細編みの頭からスタートです。こちらの編み地も長編みの頭の細編みがここになるので、その次の細編みから1、2、3目目、この細編みからスタートしていきます。まず1目目針を入れたら糸端少し残した状態でもう一度同じ目に入れます。ループ2本とも拾ってしまいます。同じ目に針を入れたら輪っか締め切る前にこの糸端を輪の中に入れて押さえてこのままキュッと締めておきます。そしたら1目ずつ2本ともループを拾いながら縫っていきます。次の目に針を入れて反対側の編み地も次の目に針を入れます。このままつなげて次も隣の目に針を入れて奥の編み地も次の目に針を入れて縫っていきます。次の目、次の目で同じようにではこの縫い方で進めていきます。はい、最後の方まで縫ってきました。では最後は鎖2目のスペースに編み入れた細編み4目のまずここが1目目、反対側もここが1目目です。1目目と最後2目目です。鎖2目のスペースに編み入れた細編み4目のうち2目縫い付けたらおしまいです。
そしたら2目め引き抜き切る前にこの輪っかに糸を通してキュッと締めておきます。つながりました。すべての辺モチーフが一列になるようにこのつなげ方でつなげていきます。それではモチーフと後ろ身ごろの部分をつなげていきます。先ほど六角形を編んで袖口まで編んだこちらの2枚、この2枚の間にモチーフが来るような形になります。今袖口がこのように向いているのでなんとなく前のように見えますが、こちらを後ろ身ごろとしてモチーフを真ん中につけていくというイメージです。こちら側とこちら側どちらか一方から先につけていきます。このように並べていただいたらモチーフをつなげた時と同様中表にします。今編み地が表をすべて向いている状態なので表同士を合わせるように中表にして自分の方に裏側が向くような形になっています。でこの後ろ身ごろとモチーフだけをつなげていきます。この前身ごろをね一緒につなげないようにだけ注意していただけたらと思います。それでは編みやすいように移動していただいて、腕がこちらにあるのでこちら側を裾とします。でちょっと反対向けますね。裾側から編んでいただくと分かりやすいかと思います。このような形です。モチーフと後ろ身ごろを重ねて腕がある方ではなく裾側から編み始めていきます。差し色の毛糸で編み付けていきます。モチーフはどこから始めるかというと、鎖2目のスペースに編み入れた細編みの1目目、2目目、3つ目、3目目からスタートします。反対側から数えると鎖2目のスペースに編み入れた細編み1、2目目ですが、こちらから数えると3目目ですね。そしたら本体の方はというと、鎖2目のスペースがありますが、ここには編み入れず、この長編みの頭、鎖2目のスペースの隣の長編みの頭から編み始めていきます。では糸を新しくセットして引き抜きます。鎖編み1つ編んで同じ目に針を入れて2本ともループ拾って大丈夫です。この糸端針の上に置いて細編みでつなげていきます。引き出して2本一気に引き抜く。1つの目に1つずつ細編みでつなげていきます。次もモチーフの細編みの頭を拾って後ろ身ごろの長編みの頭を拾って糸端しばらく針の上で編みくるんで細編みです。次もモチーフの細編みを拾って後ろ身ごろの長編みの頭を拾って細編み、次もモチーフの細編みを拾って後ろ身ごろの長編みの頭を拾って細編み、モチーフの細編みの頭を拾って次は後ろ身ごろの鎖1目のスペース、ここのスペースを拾って細編み、隣のモチーフの細編みの頭を拾って後ろ身ごろの長編みの頭、ここを拾って細編み、この編み方で最後の方まで首の方ですね編んでいきます。でこのモチーフつなげた部分、ここだけ分かりづらいところかなと思うので、ひとまずその1枚目のモチーフ終わるところまで編み進めていっちゃいます。その後もう一度一緒にやっていけたらと思います。編みくるめた糸はカットしちゃって大丈夫です。1枚目のモチーフだーっと編んできました。先ほどモチーフとモチーフをね、とじ針でつなげたところ、ここだけよく注意していただけたらと思います。この糸をよく見ていただくと、この目とこの目はつなげた時に糸が通っています。なのでその手前の目、この目まで細編みを編んでいきます。この目まで編めたらまたとじ針でつなげた目になるので、この目とこの目は飛ばして次の目に針を入れます。でこの糸端ですが、針の置いておくと糸処理がそのままできます。後ろ身ごろも針を入れて
細編み。あとは同じです。次の目に針を入れて、後ろ身ごろの長編みの頭にも針入れて細編み。次の目に針入れて、後ろ身ごろの長編みの頭に針入れて細編み。次の目に針入れて、後ろ身ごろの長編みの頭に細編み。こんな感じでモチーフをつなげたところの目は編み入れずに抜かして編んでいきます。ではこの編み方でだーっと最後の方まで編んでいきます。で、最後どこまで編んだかだけ一緒にやっていこうと思います。最後モチーフ4枚目のところまでつなげていますが、お袖部分、ここですね、肩をつなげたところに来ます。ここです。裏から細編みで肩をつなげたところです。では最後の方編んでいきます。まずこのね、細編みの頭と長編みの頭、そしたらこのモチーフのスペースの中に編み入れた細編み123、4目のうちの1目目に入ります。後ろ身ごろの長編みの頭、最後の長編みの頭になります。そしたらまたモチーフの方の細編み4目のうち2目目、ここが最後になります。細編み4目のうち2目目、ここが最後です。後ろ身ごろの鎖2目のスペースに針を入れて細編み。これで鎖1つして糸処理できる分だけ残してカットです。片方つながりました。今このような状態です。お袖がこっちでモチーフは裏側を向いています。で、倒すと表つながっています。それでは反対もつける位置だけ気をつけて、お袖が右と左に来るように同じように後ろ身ごろを中表で編んでいきます。なのでこのように今すべて表を向いている状態から表と表をつけるように倒して、でここは前身ごろになるので、これをペロリンと避けていただくと後ろ身ごろの裏側、そしてモチーフの裏側が外を向いていて中表の状態ができます。でこちら側も裾の部分から編んでいくと分かりやすいかと思うので、先ほどと同じように後ろ身ごろは鎖2目のスペースの隣の長編みが最初の目です。モチーフ側は鎖2目のスペースに編み入れた細編み4目のうち123目目、右から数えると123目目、ここがスタートの目になります。それでは編み付け方は先ほどと同じになるので最後まで編み付けていきます。後ろ身ごろとモチーフがつながりました。では編み方手順6番、裾を編んでいきます。ここが前身ごろになっています。前身ごろからスタートしてぐるーっと編んでいきますが、編みやすいようにちょっと逆さまにします。こっちが首元、手があって上が裾になっています。左身ごろのこの角から裾を編み始めていきます。鎖2目のスペースに針を入れたら足し色の毛糸で編んでいきます。後ろ側でセットして一度引き抜いて針に糸引っ掛けて引き締めておきます。一度この糸端を右側に倒してここから鎖編みを斜め編みます。1、2、3、4、5、6、7、斜め編んだら今度はこの鎖編みに細編みを編んでいきます。なので裾を上に向けましたが、裾を横に向けると編みやすくなります。では1段目、鎖編み1つで立ち上がったら先ほど編んだ鎖7目目、この上1本を拾って細編みです。1、隣の鎖編みにも細編み、2、隣の鎖編みにも細編み、3、隣の鎖編みにも細編み、4、隣の鎖編みにも細編み、5、6、最後7目細編みが編めました。細編みが7目編めたら次こちらの前身ごろの裾に戻ってきます。
鎖2目のスペースからスタートしたので、その隣の長編み、ここから3目一度引き抜き編みをしていきます。では隣の長編みの頭にまず針を入れて、でこの糸端は針の上に置いておきます。引き出して2本針に糸がかかった状態で、隣の長編みの頭にそのまま針を入れて、糸端針の上に置いて引き出して、3本かかった状態でもう一度隣の長編みの頭に針を入れて、糸端針の上のまま引き出す。針に糸が4本かかった状態で引き抜き編みなので、こちらの糸は拾わず、このまま引き抜いていきます。これで3目一度できました。ここまでが1段目です。では2段目、鎖編み1つで立ち上がったら、この今細編みを編んできた編み地、こちらを編み地をひっくり返します。編み地を裏返します。そしたらこの細編みの頭を拾っていきます。中長編みを編みます。針に糸をかけて、この目になるのですが、向こう側1本を拾っていきます。向こう側1本だけを拾って中長編み、引き出したら3本一気に引き抜く。次の目にも向こう1本だけを拾って中長編み、3本一気に引き抜く。3つ目、向こう1本拾って3本一気に引き抜く。向こう1本拾って4つ目、次5つ目、次6つ目で、最後の7目目は一番裾のところ、ここは向こう側1本ではなくループ2本とも拾います。どちらに往復する時も一番裾の部分になるところは向こう側1本ではなく2本ループを拾っていきます。中長編みが7目編めました。これで2段目です。では次3段目、鎖編み1つで立ち上がって、また編み地を元に戻して表から見ます。1段目と同じように細編みを編んでいきます。まず一番こちら側、右側は裾の部分になるので、2本ともループを拾って細編み1個目、次の目からは向こう側1本を拾います。2、次の目も向こう側1本、3、次の目も向こう側1本、4、次の目も向こう側1本、5、次の目も向こう側1本、6、最後の目も向こう側1本、7、斜め編めたら前身ごろの裾に戻ってきました。先ほどこの長編み3目を3目一度しているので、次の長編み、ここと鎖編みのスペース、ここと次の長編みの頭、ここで引き抜き編みです。このまま引き抜く。引き抜き3目一度ができました。これで3段目が完成です。では4段目、2段目と同じことを繰り返します。鎖編み1つで立ち上がって編み地を返して中長編みです。7目目の向こう側1本拾って中長編み、次の目でも向こう1本を拾って中長編み、次の目も中長編み、向こう側1本を拾って中長編みをまず6目編んで、一番裾の目、ここは2本ループを拾って中長編みです。4段目ができました。奇数段は細編み、細編みの後3目一度引き抜き編みをして、偶数段は中長編みと繰り返しぐるーっと編んでいきます。はい、しばらく編んでくると後ろ身ごろとモチーフをつなげたところ、ここに来ます。奇数段の編み方で編んできたところです。こちらの長編みは3目一度もうすでにしてあるので、次は鎖2目のスペースにまず1つ目、その後すぐモチーフの方に入っていきます。後ろ身ごろとモチーフを裏側で細編みでつなげているので、そのつなげた目は
飛ばして、その次の目、このモチーフの1目目から拾って、そして3目一度なので次の目にも針を入れて引き抜きます。ここで3目一度します。引き抜き編みです。あとはずっと同じ方法になります。このモチーフの部分もずっと同じになります。反対側の後ろ身ごろとモチーフのつないでいる部分も同じように、鎖2目のスペースには一度針を入れるという形で3目一度していきます。ではこのままぐるっと続けていきます。お疲れ様です。ちょっとね、長い工程にはなりますが、こちら前身ごろ左側からスタートして、後ろ身ごろのモチーフも通り過ぎ、今度右側の前身ごろまで編んでいます。裾から細編みで戻ってきたところで、その手前の長編み3目は3目一度しているので、鎖2目のスペースに針を入れて、このまま引き抜き編みで鎖編み1つして、糸処理できる分だけ残してカットです。このように裾が編めました。では編み方手順7番、襟の部分をボタンホールを作りながら編んでいきます。では先ほど裾を最後に編んだところですね、ここから始めていきます。なのでちょっと編みやすいようにこのような形でぐるーっと編んでいきます。裾がこちら、首元がこちら側、お袖がこちら側に来た状態で置いています。では裾の最後の細編みです。1234567目編んでありますが、その一番端のこの目、ここから糸をスタートさせていきます。差し色の毛糸で編んでいきます。では後ろにセットしてこのまま引き抜きます。一度輪の中に針を通して引き締めておきます。で糸端を右側に倒して鎖編み6目編んでいきます。1234566目編めたら、まず1段目鎖1つで立ち上がって、今編んだ鎖編みの半目を拾いながら細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、6、細編み6目編めたら前身ごろに戻ってきます。裾を編んだ細編みの次の目に針を入れて、この糸端を針の上に置いておきます。引き抜き編みをします。1つ、次の目にももう1つ引き抜き編みです。今度この糸端針の下に置いておきます。2つ、細編み6目編んだ後、前身ごろに戻ってきて引き抜き編みを2目編みました。そしたら次この細編み6目の編み地を裏から見るように編み地を返して、細編み6目をまた向こう1本を拾いながら細編みを編んでいきます。向こう側1本、1、次も向こう側1本、2、次も向こう側1本、3、4、5回向こう側1本で細編みを編んだら、最後先ほどの裾と同じように一番端の目、ここは2本ともループを拾って細編みです。2段目が編めました。では3段目、鎖1つで立ち上がってまた編み地を表から見て、端の目なので2本ループを拾って細編みです。端の目以外は向こう側1本を拾って1つに1つずつ細編み。1、全部で6目細編みが編めました。前身ごろに戻ってきます。裾の部分で編んだ細編みに針を入れて、糸端針の上に置いて引き抜き編みを1つ、次の目にも引き抜き編みです。糸端針の下に置いて引き抜き編み、引き抜き編みが2目できたら、また今度は2段目と同じように編み地を返して
細編み6目12345目の頭を拾って向こう1本を取りながらまず細編み5目です。引き抜き編みが2目編めたら5段目ができました。次6段目でボタンホールを1つ作ります。ボタンホールは6段目の編み方になります。では編み地を返してまず前の段の細編みの6目目の向こう1本を拾って細編み2目編みます。1個、次の目2個、細編み2目編んだら鎖編みを2目です。1、2、鎖編み2目編んだら次の目と次の目、この2目は飛ばして隣の目3目目に向こう1本を拾って細編みです。最後端の目になるので2本とも拾って細編み。これでボタンホールができました。では7段目、鎖1つで立ち上がって編み地を返してまた奇数段なので3段目と同じになります。端の目は2本ともループ拾って細編み。次の目から向こう1本です。で鎖編みの目、ここはスペースに針を入れていただいてもいいですし、鎖編みの向こう1本を拾っていただいても大丈夫です。私はスペースに針を入れてみます。1、2、2目編めたら続きで細編みの頭を向こう側1本拾って2目です。1、2、全部で細編み6目編めました。そしたら前身ごろに戻ってきて、今度裾はもう引き抜き編みすべてにしたので、こちらの長編みの頭を拾いながらいきます。鎖2目のスペースがあるので、まずはここに鎖2目のスペース、ここに針を入れて引き抜き編みを1つで、こちらの糸端もちょっと編みくるんでいっちゃいます。1つ編めたら次の長編みの頭を拾って、この糸端は針の下引き抜き編み。奇数段は端から細編みを6目編んだら前身ごろに引き抜き編みを2目して完成になります。それでは偶数段奇数段とこのように交互に編んでいきます。今6段目でボタンホールを作りましたが、4つ今回ボタンをつけたいので、6段目、20段目、34段目、48段目にボタンホールを6段目と同じ方法で作っていきます。あとはずーっと偶数段奇数段と同じ編み方になるので繰り返していきます。また下からスタートしていって肩のところですね、このモチーフにつながる部分で少しややこしいかなと思うので、まずはその手前まで作っていきます。はい、襟部分ボタンホールを4つ作った後はそのままボタンホール作らず繰り返し編んできました。そしたらここで肩をつなげた部分とモチーフに入っていきます。この端から戻ってきたところです。で前身ごろの長編み123目の後鎖2目のスペースがあって、ここ肩を裏から細編みでつないだ部分になります。そしてその反対側に後ろ身ごろの鎖2目があるところになります。今長編み3目には全て引き抜き編みがされた状態です。まず前身ごろの方の鎖2目のスペース、ここに引き抜き編み、そして肩をつないだ部分を通り越して後ろ身ごろの鎖2目のスペース、ここに引き抜き編み、引き抜き編み2回できたら他の段と同じように向こう1本を拾いながら細編みを編んでいきます。で最後の目は2本ループを拾って、そしたら鎖1つで立ち上がってまた編み地返して戻ってきます。で戻っていったら次モチーフ部分に入っていきます。はい、戻りました。そしたら先ほどこの鎖2目のスペースには両方とも引き抜き編みをしたので、このままこちらのモチーフ背中部分ですね、ここに戻っていきます。モチーフのこの目はつなげる時にもう目を拾っている場所になるので、その次の目から始めていきます。
でこの時にちょっと注意してほしいのが、このモチーフと後ろ身ごろをつなげた時の糸、この糸端を一緒に編みくるんでいきます。針の上に置いて引き抜き編み、次の目ここに針入れて、そしたら糸端は針の下、引き抜き編み。これで引き抜き編み2目できたので、また同じように襟部分細編み6目編んでいきます。でモチーフ部分もこの後もずっと同じようにモチーフの最後の段の細編みの目を拾って引き抜き編みを2目しながら襟部分を編んでいきます。モチーフにも襟が編めました。そしたら先ほどのこちら側と同じにはなりますが、この後ろ身ごろと前身ごろ、そして肩をつなげた部分に来ています。ここの後ろ身ごろのまずスペース、鎖2目のスペースに針を入れて、でモチーフと後ろ身ごろをつなげた糸端、これを一緒に糸処理してしまいます。針の上に置いて引き抜き編み、そしたら前身ごろに移っていきます。前身ごろの肩をつなげた部分、前身ごろの鎖2目のスペース、ここにも針を入れて、この糸端針の下、引き抜き編み2つ、これで反対側と同じようにできています。それではこのまま前身ごろの一番下の方まで編んでいきます。でこの左側の前身ごろに関してはボタンホールは作らなくて良いので、気にせずこの一番下まで編んでいきます。はい、左の前身ごろにもたーっと襟編んできました。お疲れ様です。もうすぐおしまいになります。ここ裾の部分と重なるところです。右側と一緒になるのですが、ちょっと一緒にやっていけたらと思います。前身ごろの長編みの頭にまず引き抜き編みを1つ、前身ごろの鎖2目のスペース、ここにも引き抜き編み1つ、これでまた同じように細編み6目していきます。そしてまた戻ってきて、ここから裾部分に入っていきます。裾は斜め編んでいるので、この立ち上がりの鎖の半目拾って細編みをしていますが、その反対側のね鎖編みの目を拾っていきます。一応数えて1234567目、ここを拾うんだなとね分かった状態でやるといいかと思います。ではまず裾の1目目、この1本を拾ってもいいですし、後ろにある裏山も一緒に拾っても良いです。まず1個、2目目、2個引き抜き編みができたら、また細編み6個して鎖1つで立ち上がって、また細編み6個で戻ってきます。戻ってきたら裾の部分3目目です。3目目に引き抜き編みを1個、次4目目に引き抜き編み2目、引き抜き編み2目できたらまた細編み6個して鎖1つで立ち上がって細編み6個で戻っていきます。そしたら次5目目ですね。裾の部分5目目に針入れて引き抜き編み、次6目目に針入れて引き抜き編み、引き抜き編み2目できたらまた細編み6個、鎖1つで立ち上がって戻ってきます。細編み6個で戻ってきたら最後7目目、ここねいつも引き抜き編み2目していますが1つになってしまうので、最後の7目目にまず引き抜き編みを1つしたら編み地返して最後の段だけ2本ループ拾って引き抜き編みをしていきます。1、このまま2本拾って引き抜く、2、2本拾って3、
2本拾って C、 2本拾って 5、 最後も2本ループ拾って6、引き抜き編み6目できました。では鎖編み1つして糸処理できる分だけ残して糸カットです。ボタンホールを作りながら襟が編めました。最後ボタンをつけて完成です。ボタンのつける位置はボタンホールを開けたところと同じになります。左身ごろの下から6段目、20段目、34段目、48段目です。で、細編みを6目編んでいるので、その間の2目、そこが真ん中になると思いますので、そこに糸を通すような形で大丈夫です。最初の6段目ちょっと数が数えづらいかなと思います。最後引き抜き編みでここ終わっているので、ちょっとこの引き抜き編みも1段目と数えて1、2、3、4、5、6段目の真ん中2目に今マーカーをしています。で、この間が13段間が空いています。こんな感じでマーカーで印をつけてからボタン付けに入るとやりやすいです。とじ針に差し色の毛糸をこのくらいの長さで通します。今回使用する柳屋さんの貝ボタンですが、小さめのとじ針でギリギリ通るかなというくらいの穴なので、小さめのとじ針で縫っていただきたいと思います。ではまずボタンにとじ針を通します。で、私が家にある一番小さなとじ針でも机を使ってまっすぐ直角にギュッと押してあげないと通すことが難しいぐらい、ちょっとね穴がギリギリなので、そのようにしていきます。通ったらもう一方の穴にもう一度とじ針を通します。で、まっすぐ抜いてあげないと割れてしまうこともあるので、ちょっと注意していただけたらと思います。ではマーカーをしておいたところに針を刺して裏側で引き抜きます。一度針と取ってしまいます。で、ボタンの反対側から出ている糸にとじ針をもう一度通して、先ほどとじ針を通したところから2目分ぐらい隣のところに針を刺します。もうここでマーカーは取って大丈夫です。そしたら裏側見ていただいて、針に通っている糸の方を長めに取っておいて、この反対側の糸が出ているところからまた表側に出していきます。そしたらボタンと編み地の間を3周くらい回します。3周くらい回したら裏側を見ていただいて、この糸が出ているところから2目隣ぐらいのところに針を出していきます。で、表で回した時の糸がね、ボタンに引っかかっちゃってないかだけチェックしていただいてから、また裏側を向けて左右の糸を3回ぐらい結びます。結べたらとじ針で通ってる方の糸をまず裏の編み地だけを拾うように糸処理していきます。反対側の糸端も同じように裏の編み地だけ拾うように糸処理です。他の糸端が出ているところも裏側で糸処理します。お疲れ様でした。とっても可愛くできて大満足です。柳屋さんのウォーミーで編むビッグシルエットカーディガンの完成です。今回メインカラーの毛糸を16玉、差し色の毛糸8玉使用しました。どちらも余りが出るような形になっています。サイズです。腕のすぐ下脇を測ると身幅73センチ、身丈66センチになっています。今回こだわったのは重くなりすぎないことと、繰り返し編むことで簡単に編んでいただけること、そして差し色の入れる場所、こちらとってもこだわりました。組み合わせる色でもイメージも結構変わります。どの色を使ってもとっても可愛くできると思うので、ぜひお好きな色で編んでみてください。こちら編み図レシピも用意していますので、詳しくは概要欄をご覧ください。
この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。